はい、よろしくお願いします。クラスメソッドデータアナリティクス事業本部、通称 DA 部と申します。データエンジニアをしておりまして、普段はお客様のデータ分析基盤構築のご支援をしているというところですね。AWS やレッドシフトを使ってですね、お客様のデータ分析のご支援をしております。早速ですけども、DWH 使ってますか？参加者の方、すでにですね、お使いいただいている方、もしくはですね、これから DWH を使い始めてみようというような方いらっしゃるかと思うんですけれども、本日のテーマとしてはですね、ユーザーに使われ続けるデータ分析基盤を構築する、こちらが本日のテーマとさせていただいております。このテーマに向かってですね、どのように DWH の構築というのをですね、進めていけば良いのかというところですね、ノウハウの方をですね、お伝えできればと思っております。はい、まずですね、DWH、データウェアハウスの説明というところで、本当に入り口というところなんですけれども、データの倉庫の意味ということになります。データウェアハウスは何かと申し上げる、一言で申し上げるとすればですね、分析に最適化したデータベースということになります。本日お話しすることですね、DWH を使う理由、レッドシフトの選定ポイント、SQL が分かれば OK、レートシフトの始め方、それからデータ統合基盤サービス、CS アナリティクス、CSA と呼ばれておりますが、CS アナリティクスのご紹介をさせていただきます。本日お話ししないことはですね、レートシフトの詳細な料金体系ですとか、データレイク、スペクトラムに関する詳細ですね、についてはお話をいたしません。それから、レッドシフトですね、最近第3世代の新しいインスタンス RA3 というものが出て、リリースされております。こちらについてもですね、今回のセミナーではですね、詳細については触れないということにさせていただいております。それから各種データ分析関連ソリューションですね、弊社も、いろいろですね、各種取り扱いをしているんですけれども、こちらについては、詳しくはですね、申し上げないので、本資料の、アペンディックスに記載をさせておりますので、ご興味のある方はですね、ぜひお問い合わせをいただければというふうに思っております。はい、それではですね、セッションの方を始めてまいります。最初ですね、DWH を使う理由ということになります。DWH とはということですね。まずは言葉の定義のところから、ちょっとですね、お話をさせていただければと思います。分析に最適なデータベースというように申し上げたんですけども、いくつかですね、概念が混ざっている、話す文脈やですね、話される方によって、指している内容が違うというようなことがございますので、そのあたりを整理をさせていただければというように思っております。最初ですね、ハードウェアを指す場合、システムを指す場合、それから論理的概念を指す場合と、3つをですね、ご紹介をさせていただきます。ハードウェアを指す場合ですね、DWH はですね、DWH アプライアンスというような非常にハイエンドのですね、ハードウェア製品がございまして、レッドシフトが出てきたというのがですね、8年前のことかと思うんですけども、それ以前というのは、ハードウェアの DWH というものがですね、非常に大企業を中心にですね、利用されていたということで、DWH アプライアンス製品のイメージとしてはですね、この写真のようなラックにですね、マウントされたハードウェアというようなことになります。で、こちらのラックがですね、ワンセットで、例えばですね、予算としては大体その1億円ぐらいと、次年度以降のサポート費用が2000万とかです。いうような世界だったのが、レッドシフトはですね、クラウドのデータウェアハウスを広めたという、先駆者と言えるかなと思いますが、そういったことからですね、重量課金でちょっとした時間で DWH を使えるようになったというところですね。そういうような経緯がございます。で、そのクラウドの DWH が出てくる前というのは、このハードウェアの DWH を指していたというようなことが言えるかと思います。次にシステムを指す場合ですね。右下の図のところに書かせていただいたんですけれども、データ分析基盤の中核ですね、中核にデータウェアハウスが置かれると
いうことなんですけども、今回はレートシフトがその役割を担うということですね。データ分析基盤の中核のシステムですね、としてデータウェアハウスを指す場合がございます。それから最後ですね、論理的概念を指す場合というふうに書かせていただいたんですけども、レートシフトの中の1区画ですね、1つの区画をウェアハウス層というような呼び方でですね、データウェアハウスをここに構築すると。この赤い線の内側ですね、がウェアハウス層と呼ばれるところなんですけども、ここに論理的概念としてのウェアハウスを構築するというような言い方をします。データウェアハウスを使う理由ですね、なぜデータウェアハウスが必要かというところなんですけども、分析の課題を解決するということが言えるかなと思います。データウェアハウスはデータ分析基盤の中心にあるというようなことが言えるかと思います。DWH で解決できる課題ということで4点ほど挙げさせていただきました。社内にデータが散在している、社内のデータがサイロ化している、無数のスプレッドシートでデータが管理されているというようなことがあるかと思います。こういったものを DWH で解決することができます。それから分析に時間がかかるということで、通常のですね、データベースに集計のクエリを発行してもですね、なかなか結果が返ってこないというようなことがあります。データウェアハウスはハードウェアのサポートも含めてですね、非常にその分析のクエリが早いというようなサポートをしていますので、分析にかかると、時間がかかるという問題を解決することができます。あるいは古いデータが残っていない、逆にデータの鮮度の問題で最新のデータが入っていないというようなことがございます。こういった問題もですね、DWH で解決できる課題ということができます。あるいは、社内で複数のデータソースがあるんだけども、同じ数字を表しているはずなのに、数字が違うということで、どれが正しいデータかわからない。こういった状況というのも DWH を整備をしてですね、データ分析基盤を整備することで解決できる課題ということが言えるかと思います。以上4点ほどお伝えさせていただきましたが、こちらがデータウェアハウスで解決できる課題ということになります。DWH のサービスラインナップのご紹介をさせていただきます。DWH はですね、現在では非常に多種多様な製品というのがリリースされているんですけれども、4点ほどですね、お伝えをさせていただければと思います。今回お伝えをするのがレッドシフトで AWS の製品ということになります。2番目がですね、よりそのサーバレスで分析クエリを使うことができるアテナというですね、AWS のサービスがございます。アテナを使ってもですね、DWH の代わりをさせることが可能かというように考えております。3つ目がですね、スノーフレークということで、弊社でもですね、取り扱いを始めた製品ということなんですけれども、非常にそうですね、後発の後発製品の優位性を生かしてですね、非常にイノベーティブな製品になっているかと思います。そういったスノーフレークという製品もございます。あるいは Google のですね、ビッグクエリというものもございます。以上4つほどですね、サービスラインナップとしてですね、ご紹介をさせていただきます。この中でですね、今回レッドシフトをお勧めする理由というところをですね、お伝えできればというふうに考えております。はい、ということで、レッドシフトの選定ポイントになります。レッドシフトの選定ポイントとしてはですね、3つほど挙げてみました。まずですね、レッドシフトはクラウド DWH のスタンダードと、クラウド DWH の先駆けであり、スタンダードであると、すでにリリースされてから8年という時間が経っていますけれども、相変わらずですね、クラウド DWH のスタンダードであり続けているというようなことが言えるかと思います。レッドシフト、あるいはクラウド DWH の強みということで、3点ほど挙げさせていただきます。コスト、パフォーマンス、それからアジリティと、日本語で言うと俊敏性というようなことが言えるかと思います。まずですね、コストについてなんですけれども、イニシャルコストが不要と
いうことが挙げられます。先ほどですね、ハードウェアの DWH、アプライアンス製品のご紹介を簡単にですね、させていただいたんですけども、例えばそのラック1システムでですね、初期費用として、例えば数千万かかるとか、1億円かかるというようなことというのが状況としてあったかと思います。そういったことがですね、イニシャルコストが全く不要であるというのがクラウド DWH、レートシフトの強みであると言えます。また、使っただけの重量課金であるという点も挙げられます。一方で、クエリ課金ではない、クエリ課金の DWH というのもあるんですけれども、レートシフトの場合はですね、スペクトラムを除くと、クエリ課金ではないということですので、コストがですね、予測可能であるというのも、良い点かと思います。処理負荷を上限まで使っても、基本的にコストが変わらないというのが、レートシフトのコストの内訳になってくるかと思います。以上がコストの観点ですね。続いてパフォーマンスの観点になります。ノード追加でパフォーマンス向上、スモール構成から大規模 DWH まで柔軟に対応、スケールアップ、スケールアウトのどちらにも対応といった点がですね、レートシフトの強みかと思います。DWH をですね、構築をしていると、そのデータのですね、量によるところ、それからその分析クエリの複雑さによるところで、パフォーマンスが足らないというような状況が出てきます。そういったときにはですね、ノード追加で即座にパフォーマンスを向上させることができるというのが、レートシフトの強みになります。あるいは、スモール構成から大規模 DWH までということで、非常に守備範囲が広いスモールスタートでですね、DC2 ラージというインスタンスタイプ、非常に小さなインスタンスなんですけども、これの2ロード構成から始めてみるというようなことにも、レートシフトは対応しますし、それから、何テラバイトもあるような、あるいは数ペタバイトあるような、大規模 DWH というものにも、柔軟に対応することができます。スケールアップ、スケールアウトのどちらにも対応というのも、レートシフトの強みということができます。はい、最後ですね、アジリティということで、俊敏性ですね、すぐ始められる、数クリックで、開始できるという点もですね、クラウド DWH、レートシフトの強みになります。パフォーマンスを倍にしたいという要求にもですね、即座に対応が可能と。例えばですね、ハードウェアでその見積もりから始めてですね、ハードウェア製品を納品してもらうまでリードタイムとかですね、そういったことを考える必要はございません。最後にですね、レートシフトの強みというところをまとめてお伝えできればと思っております。レートシフトの強みは2013年のリリース以来、長年ユーザーに使われていることですね。技術ブログや技術ブログの記事が多く、情報収集しやすいという点もですね、メリット、強みということができます。AWS の各サービスとの連携がしやすいというのも非常に大きな強みということができます。右側に、キャプチャーさせていただいたのは、AWS の、レートシフトの、商品紹介のページというところですけども、レートシフトは、どのクラウドデータウェアハウスよりもお客様に選ばれている。数万社のお客様が、使用しているというようなことを、謳われておりますので、非常に、そうですね、長年使われている、情報収集がしやすいという点はですね、メリットとして挙げさせていただきます。はい、最後にですね、レートシフトのアーキテクチャということで、本日はですね、非常にそのアーキテクチャでですね、お伝えしたいことというのはたくさんあるんですけども、2点ほどに絞ってですね、お伝えをさせていただきます。レートシフトは MPP ということで、超並列処理に対応しております。それからですね、カラム思考ということで、列思考の、データの保持の仕方をしているということで、この超並列処理とカラム思考というのがですね、レートシフトの、アーキテクチャの基本ということになります。レートシフトはですね、もともとポストグレスをベースに作られまして、そこから、オーラップという、キーワードが出てきますけれども、分析向けの、そうですね、機能というのを、追加がされたというのと、それから MPP、超並列処理対応をした、それからカラムナー思考の、
列指向データベースとして、そうですね、機能が作られたということで、非常にですね、DWH としてですね、パフォーマンスが良い製品になっているかと、そういうふうに言うことができるかと思います。はい、それではですね、SQL が分かれば OK、レッドシフトの始め方ということでですね、データ分析基盤構築のですね、プロジェクトを始めるにあたってですね、いくつか注意していただければと思う点がございますので、そちらの方をですね、お伝えできればと思っております。データ分析基盤の基本方針はですね、SQL で分析するということをですね、基本に据えるとですね、非常にうまくいくんじゃないかというように考えております。こちらはですね、必ずしもその SQL ではなくてですね、ソフトウェア製品で対応していくというようなことも十分ですね、対応可能ですので、今回のセミナーではですね、SQL で分析するというような点でお伝えをするんですけれども、そうでないことをですね、望まれているお客様というのは、ぜひですね、弊社、ソリューションのですね、製品をいくつか扱ってございますので、お声掛けをいただければと思います。現実的なデータ分析の方法とはというところで、データ分析やデータ活用の重要性というのは日増しに高まっているということができるかと思います。ところがですね、いざ分析を始めようとすると、実際問題大変です。SQL によるデータ分析が現実的と申し上げるのはですね、企業内の多くのデータが RDBMS 上、データベース上にあると。それからサイズの制約がない、エンジニアと非エンジニアの共通言語になり得るということで、SQL によるデータ分析というのが現実的ではないかなと思っております。今回はですね、このセミナーでは SQL 中心アーキテクチャというものをご紹介をさせていただいて、SQL 中心アーキテクチャで構築する DWH についてご紹介をさせていただきます。SQL 中心アーキテクチャとはということで3点ほどですね、お伝えをします。1つ目はですね、1つのデータベースにデータを集めるということですね。レッドシフトにすべてのデータを集めるというのがこの1点目になります。2点目はデータ処理を SQL で行うということですね。例えばその Python でPandas データフレームを使ってですね、データ分析をするというようなことがあるかと思うんですけども、そういったことではなくてですね、SQL を使ってデータ処理を行うんだというのがこの2点目になります。3点目はデータベース内を3つの層に分けるということですね。3つに分けることで非常に構築がしやすくなるというのがこの SQL 中心アーキテクチャの内容になります。それではですね、3つの観点についてですね、詳細をお伝えできればと思います。必要なデータを1つのデータベースに集めるということですね。社内の基幹システムからデータを持ってきます。外部データ、データ購入をしたり、あるいは提携会社からデータをですね、外部データをですね、提供してもらったりというようなことがあるかと思いますが、こういったものをですね、とにかく分析に必要なデータをすべて持ってきて1箇所に集めるということですね。DWH に集めるということになります。2点目がデータの処理を SQL だけで行うということで、分析データベース内でデータを加工するとき、基本的には SQL を使って処理を行うということですね。で大きくですね、バッチ処理とアドホック処理というですね、2つの方向性があるかと思うんですけども、バッチ処理もアドホッククエリの場合も、どちらも SQL で行うというのがこのアーキテクチャの特徴になります。SQL は応用範囲が広い万能ツールということができるかと思います。3つ目ですね、SQL 中心アーキテクチャの3層構成についてご紹介をさせていただきます。データベース内を論理的にソースデータ層、DWH 層、アプリケーション層の3層に区分すると。ソース層、ウェアハウス層、マート層というように呼びます。それぞれの層をですね、かいつまんでご紹介を、ご説明をしますと、ソース層というのはですね、最近データレイク層と呼ばれるようなこともあるかと思うんですけれども、元データをそのまま格納した層ということになります。2番目がウェアハウス層ですね。ここがそのデータウェアハウスということで、その整理、統合された汎用共通データモデル層
いうことができます。3番目がマート層ですね。特定の分析やアプリケーションに特有のデータを格納する層ということが言えます。はい、ソース層の位置づけですね。元データをそのままコピーしたものということができます。元システムがあるなら、そのテーブル定義のまま格納をしていきます。巨大なログですね、Web アクセスのログなども分析システムに直接インポートするデータもあります。その場合は、分析システム側で好きなようにテーブルを定義をして使います。ソース層はですね、ただのコピーであることが重要です。もし加工済みデータしか残っていないような場合というのは、後で加工方法が間違っていた、あるいはですね、別の視点で集計したいというようなケースに対応ができないということになります。元データが残っていると、調査やロジック修正が容易になります。次に、ウェアハウス層ですね。位置づけとしては、ドメイン知識を反映したものと、業務のドメイン知識を反映したデータベースというのがウェアハウス層ということになります。ソースデータを分析向けに使いやすく加工した層になります。ソースデータは元システムの都合に合わせて設計されているため、分析側で使いやすいとは限りません。速度を優先するために横持ちにしたり、あるいは過去の履歴だけ別の場所に保存していたりします。元システム側の事情を吸収した上で分析しやすい汎用の形式を提供するというのがウェアハウス層になります。複数のデータを統合蓄積して意思決定に使えるよう整理したものになります。大量のデータを意味のある形で管理するので、ウェアハウスと呼ばれます。業務ドメイン知識をデータモデリングに反映することが重要です。時間をかけて継続的に再設計し続けるというような対応がウェアハウス層には必要になってきます。最後ですね、3つ目がマート層です。位置づけとしては、特定用途向けに加工整理したものですね。特定の分析、あるいは分析システムに特化したデータを置く層になります。集計済みのテーブルというのが該当します。ユースケースごとに最適化されていることが重要です。ウェアハウス層の方はですね、ユースケースを束ねてですね、汎用的なデータベースというのを作るんですけども、マート層はですね、ユースケースごとに最適化をするという点が異なります。データマートが整備されていれば、パフォーマンスを気にせず、大量のデータを処理したり、複雑な集計をせずに対象データを見ることができます。見たい数字はシンプルなはずなのに、マート層が整備されていないために、やたらと集計が大変でしてしまうというようなことが、あります。こういった状況にですね、対応するのが、マート層ということになります。はい、それではですね、この3層の、データ中心アーキテクチャをですね、構築するためにはどうすればいいかという点をですね、ご紹介をさせていただきます。SQL 中心アーキテクチャは段階的に構築すると。最初ですね、第1フェーズというのを、もしですね、設けるとすると、3層構成を準備するのは、ハードルが高いです。必要なデータがソース層に集まったらすぐに分析を始めてよいということが言えます。3層構成は 2B のあるべきの最終形であると。最初はソース層だけを使って分析をしていくということで、右下の図ですけども、分析担当者がソース層のデータを使って分析をしているという図になります。こちらが第1フェーズになります。第2フェーズはですね、分析作業を効率化するためにマート層を構築をしていきます。ウェアハウス層は一旦スキップをしてですね、マート層の構築から始めると。手始めにサマリーテーブル、集計済みテーブルを作るところから始めるのが良いんじゃないかということですね。分析ダッシュボードや分析アプリケーション、分析アプリのためのテーブルを置いても良いです。分析に関わる人が次第に増えていくというのが第2フェーズになります。第3フェーズですね、データマートが増えてきて、分析アプリが3つや4つに増えた時点というのが第3フェーズですね。そこから複数のマートからですね、共通部分となるものというのをですね、くくり出してウェアハウス層を構築をしていきます。この順序が大切になります。共通の層が必要だと分かってから作れば無駄が起きません。ウェアハウス層は部分的に構築しても良いと。
顧客データはソースデータをそのまま使い、販売データのみウェアハウスで作り直すということで、右下の図ですけども、上が顧客データですね。すみません。上が販売データでウェアハウスに置かれている。顧客データについてはスキップをしてソース層から取り込んでいるということですね。こういったものはですね、分析を行うユーザーが楽になれば良いという観点で構築を進めることができます。3層を分けた意味ということなんですけれども、場所を分けましょうという一言につきます。3層をすべてきっちりですね、完全に最初から作り込んで利用開始ではないと。スモールスタートでですね、順次段階的に始めていくことができるというのが SQL 中心アーキテクチャの良いところではないかなと思います。はい、サンドボックスですね。利用者が自由に利用できる区画を用意するとですね、分析基盤の利用者にはできるだけの自由を与えることができるということで、分析がはかどる効果があります。ということで、ソース層、ウェアハウス層、マート層の3層に加えてですね、サンドボックスをデータ分析基盤の中に用意してあげるというような、こういったですね、構成を取ることで、データ分析基盤の構築が非常にはかどるということができるかと思います。データの処理のですね、順序について簡単にですね、注意を触れさせていただきます。ソース層、ウェアハウス層、マート層の順序でデータを流す必要があります。ウェアハウス層をスキップするのは良いんですけども、逆流をするのは NG であると。例えばそのマート層で処理をしたものをウェアハウス層に戻すというのは良くないということが言えます。逆流を許容してしまうとですね、データフローがカオスになってしまいます。また、バッチ処理のべき当性を担保するのが困難になります。はい、以上がですね、データウェアハウスの、SQL 中心アーキテクチャによるデータ分析基盤の構築方法ということになります。参考資料ですけれども、こちらですね、データ分析基盤構築の方法論として、クックバと青木ミネロさんの10年戦えるデータ分析入門という書籍がありますので、よろしければですね、ご参考にしていただければというふうに思います。それではですね、ここから、レッドシフトのデモということで、4点ほどですね、ちょっとですね、時間が、なかなか、ないかなと思うんですけども、4点ほどですね、ご紹介をさせていただきます。まずですね、レッドシフト、数クリックで起動ができます。こちらのご紹介と、それからレッドシフトを扱うときのですね、中心的な GUI になってくるマネジメントコンソールの紹介、それから SQL エディターですね、マネジメントコンソールから利用できる SQL エディターについてご紹介をします。最後にですね、最近ですね、レッドシフト、休止と再開という機能がですね、リリースされておりますので、そちらのスケジューリングについてですね、簡単にご紹介をできればと思っております。こちらがですね、AWS のレッドシフトのページということになります。こちらからですね、まずクラスターを作成というところからですね、数クリックで、クラスターを起動するところを、ご紹介をさせていただきます。こちらですね、クラスターを作成のボタンをクリックをします。でまずですね、クラスター識別子ということで、名前を決めます。今回はですね、このような名前とさせていただきます。次に、ノードの処理ですね、選択がございます。最近ですね、RS3 という新しいインスタンスがリリースされているんですけれども、ここではですね、スモールスタートの観点からですね、DC2 ですね、DC2 ラージ第2世代のですね、インスタンスを使って、そうですね、クラスターを起動をしていきます。DC2 ラージのここでノード数を選択をします。ノード数はですね、2ノードからですね、としております。DC2 ラージ2ノードはですね、月額ですね、24時間、30日ですね、起動させた場合というのは、だいたい452ドルということで、だいたい5万円弱ですね、の費用というのがかかってきます。ストレージとしてはですね、圧縮済みのストレージとしてですね、320ギガのストレージになります。データベース設定としてですね、データベース名、それからデータベースのポート、
それからマスターユーザーとパスワードを決めます。ここは基本的に一旦ですね、デフォルトのままとして、パスワードだけですね、設定をいたします。はい、クラスターのアクセス許可というところですね。こちらは S3 バケット、データソースをですね、S3 バケットからデータをロードする場合ですね、こちらの IAM ロールが必要になってきます。今回はですね、事前に設定済みの IAM ロールを追加をしていきます。最後ですね、追加設定ということで、いくつかネットワークセキュリティバックアップ、設定メンテナンスと、ございますが、ネットワークについてはですね、各企業のネットワーク管理者にですね、ネットワーク構成についてご紹介をいただければと思うんですけれども、今回はですね、このデフォルトのままという設定でクラスターを作成します。はい、こちらですね、5分ほどかかってきますので、その間にですね、いくつかですね、ご紹介をさせていただきます。まずですね、マネジメントコンソールの紹介ですね。今回、起動済みの、クラスターということなんですけども、まずですね、左側にメニューが、あります。まず、ダッシュボードの画面、それからクラスターの画面、クラスター一覧ですね。それから、クエリとして、実行されたクエリの履歴と、それから保存された SQL のクエリが参照できます。で、次の項目で、紹介しますけれども、クエリのエディターもですね、ウェブの画面から、設定することができます。あとですね、設定、マーケットブレイス、アドバイザー、アラーム、イベント、最新機能というですね、ボタンが並んでおります。それではですね、SQL エディターを使ってですね、いくつかですね、テーブルを作るというところと、S3 バケットからデータをロードするところをですね、実際に対応してみたいと思います。こちらがですね、レートシフトのサンプルデータ、ティキットというですね、サンプルデータがあるんですけども、そちらのセールスのですね、テーブルをクリエイトテーブルしたというところですね。続いて、コピーの方ですね、していきます。こちらを、実行することで、S3 バケットからですね、データが、ロードができます。はい、実行されました。この、実行された内容というのをですね、クエリ、先ほどのですね、クエリの画面から、参照してみたいと思います。こちらの、選択肢からですね、トップ100の、クエリ、実行時間順と、実行時間が長い順の、クエリ、というような、選択肢がありますけれども、すべてのクエリを、表示をするとですね、過去1時間ですね、分の、直近の、実行クエリというのが参照できます。で続いてですね、今、入れたですね、データ、それから、データマットとしてですね、セールス、それからイベント、ユーザーというような各種テーブルを作っておりますので、こちらのですね、実行クエリをですね、セレクト部分をですね、サンプルのクエリの方ですね、実行してみたいと思います。こちらの実行ボタンで実行可能です。はい、結果が返ってきました。サムで210という数字ですね。で2番目のクエリとしては、トップ10のですね、バイヤーを抽出してくるクエリということになります。3番目は、
はい、こちらの集計クエリになります。各ですね、イベントごとの合計との一覧を出しているというものになります。はい、ここでですね、先ほど、起動したですね、クラスターの内容というのを、見てみたいと思うんですけども、こちらの、クラスターがですね、起動しているということですね。数クリックで、レッドシフトを、起動できたということになります。最後にですね、休止と再開のスケジューリングをご紹介をさせていただきます。アクションのメニューからですね、一時休止を選択をするということで、3つボタンが並んでいるポーズとポーズレイターとそれからスケジュールを使ったものということなんですけども、スケジュールを使って実行していきます。スケジュール名を入力する必要があります。で今回はですね、クローン構文でそうですね、設定をするという内容とさせていただきます。クローンで時間を指定すると、スケジュール内容を指定をするんですけども、時間がですね、JST、日本時間ではなくて UTC になるということから、この2番目がですね、時間ということなんですけども、0ということは、日本時間、JST にすると朝の9時ですね。朝の9時に、そうですね、再開をしたいということなので、レジュームの方ですね、入れると。で、ポーズの方ですね、一時休止は、例えば18時に設定をしたいということにするとですね、UTC では、9ですね、9時と、ということになります。で最後ですね、IAM ロールとして、事前設定済みの、ものが、IAM ロールが必要なんですけども、スケジュールをですね、実行するための IAM ロールを指定をするということで、以上で、休止と再開のスケジュール設定ができたということになります。こちらですね。はい、以上がですね、簡単ではございますが、デモの内容ということになります。はい、より深く知りたい方ということで、DWH についてですね、先日の、弊社イベントで、セッションがございましたので、よろしければ、ご覧いただければと思います。本日のまとめとして、ユーザーに使われ続けるデータ分析基盤を構築する、そのゴールに向かうための方法論をご紹介をさせていただきました。それではですね、ここから弊社、ユーザーの方からですね、データ分析統合基盤サービス CS アナリティクスのご紹介をさせていただきます。それでは私の方から、弊社のソリューションサービスになるんですけれども、この CS アナリティクスというサービスについて少しご紹介の時間をさせてください。CS アナリティクスというデータ分析をするための基盤環境をテンプレート化して、ご提供できるという、そういった弊社のソリューションサービスになります。でこちらの、CS アナリティクスの方でもデータウェアハウスとして、レッドシフトを使っており、データウェア、レッドシフトを中心にデータを分析するための、AWS 上の環境を、構成してお使いいただくと、そういった形のモデルになります。で弊社の場合はデータ分析環境としてレッドシフトを組み込んだ形で、全体的にご提供するということもできますし、あとちょっと言い方を変えますと、レッドシフトをすでにお使いであるような、ユーザー様にとっても、このソリューションの中の、機能としては、レッドシフトのデータの取り込みですね。先ほど川崎の方のご紹介ですと、レッドシフトそのものの印刷の起動停止とか、そういったところのご紹介を少しさせていただきましたが、実際の運用上は、レッドシフトにデータを日々取り込んであげたりとか、データを日々使い方を変えてあげるとか、そういったいわゆる、データの前処理ですとか、データの持ち方の運用みたいなところを日々メンテナンスする必要があると思いますが、そういったところのデータのローディングを、弊社のこのソリューションの場合ですと、GUI の画面上からコントロール運用できるようなそういった、組み込みもありますので、レッドシフト一言でも指すと、レッドシフトを使ったデータ運用を楽に行うことができるソリューションとしてご案内することができます。おかげさまで、この CS アナリティクスも、数多くのお客様、ユーザー様の方にお使いいただいております。で簡単に2つほどちょっと事例の方を紹介させていただければと思います。今映っておりますのが、某化粧品メーカー様での、この CS アナリティクスの、事例になります。
で、中心としては、レッドシフト、こちら右の方の図の真ん中下の方に書いてますが、レッドシフトにデータを集約させて、それまでは元データは別環境にあった基幹 DB とかからデータを取り込んできて、でそれをレッドシフトに全部集約させて、あと、この、弊社の CS アナリティクスの場合は、BI のツールもバンドル提供しておりますので、こちらの方で合わせて、データを持ってきて、レッドシフトに貯めて、でレッドシフトがデータを取り出して、BI で見るっていうところのトータルでご支援させていただいている形の例でございます。あともう一つ次の事例としまして、こちらは某教育系のサービス会社様での、CSA の、事例になりますと。で、こちらの方でも同じく、中心になるのはレッドシフトで、データを合わせてレッドシフトにデータを全部集約して持たせると。で、こちらのお客様は Salesforce とか Google Analytics とか、そういうところに入っている CRM 系のデータというところを、それぞれサービスでまたいで分析しなきゃいけなくて大変というところを、それぞれレッドシフトに全て統合するような形でデータを引っ張ってきて、で、レッドシフトに溜まったデータを同じく BI ツールで取り出してみると。そういったところの流れまでを、弊社の方でご支援させていただいて、お使いいただいているという形になります。その他、CS アナリティクス、弊社ですと通称 CSA というふうに呼んでいるんですけれども、CSA につきましては、その他、今この画面の下の方にも貼っておりますが、その他の事例等も合わせてご参照いただければと思います。以上で簡単にはなりますが、弊社でレッドシフトを使ったソリューションサービス CS アナリティクスのご紹介をさせていただきました。それではご清聴ありがとうございました。